皆さんこんにちは、エリです。今日はエアインディアに乗るために成田空港の第2ターミナルに来ています。今回の動画では成田からインド、デリー、そしてバラナシのフライトの様子をお届けします。これからチェックインカウンターに行ってチェックインをしていきたいと思います。事前にウェブでオンラインチェックインを済ませたんですが、ボーディングパスが発行されなかったので、おそらく成田発の便に関してはカウンターでのチェックインが必要になってくるのかと思います。それではカウンターにレッツゴー。今回登場するのはこちらエアインディアの307便になります。出発予定12時半でしたが、今12時20分に変更予定と出ています。カウンターは C カウンターで、今その近くにいます。現在8時19分で、まだエアインディアのカウンターはオープンしていませんでした。ちょっと早く来ちゃいました。エアインディアはスターアライアンスになるので、通常だと第1ターミナルにスターアライアンスが集まってるんですけれども、なぜかエアインディアは第2ターミナルということで、今回は JAL の桜ラウンジも使えるはずなので、そちらも楽しみです。ではチェックインカウンターが開くまでもう少し待ちたいと思います。もうすぐチェックインが開始されそうです。今チェックインが完了して搭乗券もゲットしました。チェックインカウンターでスターアライアンスゴールドですよねって確認をされて、ラウンジの入場券をいただきました。やはりスターアライアンスゴールドなので JAL の桜ラウンジができるようです。それでは出国してラウンジに向かいたいと思います。それでは無事に出国しました。特に混雑もしてなくスムーズに出国することができました。それではちょっと奥に見えてますが JAL の桜ラウンジに行っていきたいと思います。 JAL のラウンジに初潜入です。それでは桜ラウンジ下に行きます。桜のモチーフなデザインです。食事の場合は上の階になってるみたいです。それでは上に行きたいと思います。ラウンジの奥に進むとダイニングが広がっていて、このエリアではモバイルオーダーすることができます。テーブルの QR コードを読み取ってこの画面が開くので、お食事を選択するとメニューを選択することができます。オーダーしたラウンジのお食事がこちらです。普通サイズの JAL のビーフカレーに和御膳、卵と明太子ある、すごい。お魚とちょっとした付け合わせで、お味噌汁とご飯で、デザートにはこのブルーベリーのソースのものしました。なんか ANA ラウンジとはまた違う、ちゃんとこう取り分けてよそってどうぞみたいな感じだったので、レストランみたいな感じでした。では早速食べていきたいと思います。すごいボリュームですが、これは、2人でシェアして食べます。今日は夜に着くのでラフな格好をしております。ちょっとお味噌汁からいただきます。美味しい。JAL といったらカレーって結構皆さん言ってるので、早速食べたいと思います。あ、すごい、めっちゃ濃厚。 JAL 派、冷麺派とかあるけど、私は JAL のカレーの方が好きかも。普段は朝ごはんを食べない夫婦ですが、今日は初めてのラウンジということでいっぱい頼んで食べております。こちらがサラダと牛丼、お味噌汁、そしてパンケーキに同じブルーベリーのデザートです。最後の和食をかみしめながら食べたいと思います。シャワー室に来てみました。こちらが JAL ラウンジのシャワールームになります。アウターなどをかけられるようにハンガーが2つあります。そして手前には洗面台、奥にシャワールーム、こちらにはウォシュレット付きのお手洗いがついています。シャワールーム入る際にこちらのいただいて、シャワールームに自分にピッとして入ることができました。ドライヤーもついてます。ドライヤーはパナソニック製です。シャワールームに入る前に歯磨きセットはご利用ですかということで入ってお願いしたらいただきました。それでは少し汗をかいたのでラウンジで汗を流してすっきりした状態で飛行機に乗りたいと思います。シャワー
プレインとハンディタイプ2種類あります。そしてボディーソープ、シャンプー、コンディショナー全部用意されているので手ぶらで入ることが可能です。ラウンジの下に降りてきて今2階に来ています。広々していてとっても開放的です。そして右側には JAL の飛行機を見ることができます。すごい広い感じもするし、ご飯も美味しかったし、シャワールームも綺麗でいいラウンジでした。搭乗口に到着しました。今パスポートとボーディングパスチェックしてもらって、もうすぐ搭乗開始です。では搭乗開始します。はい、では飛行機に乗り込みます。32は後ろのキャビンだそうです。今回の席は32の H になります。今回の機体はボーイング787になります。景色も楽しみたいなと思っていたので、翼より後ろの座席を指定しました。エアインディアンは事前座席指定が窓側は有料で真ん中はフリーで予約することができました。だいたい2000円ぐらいの指定席代だったと思います。機内は若干汚れてたりするので、日系だったりとか、あとシンガポール航空とかと比べるとやや綺麗ではないかなという印象で、この辺のリモコンとかも若干古さを感じます。続いて下のポケットです。機内紙とロゴ入りのエチケット袋、Wi-Fi かな、サービスの案内、汚かった、すごい汚れてるそんな感じです。メッシュのポーチがついていて、ここの中にイヤホンが1人1つ置いてあります。下にフットレストもついてるんでこんな感じになります。座席側の下にはコンセントもあります。拳は1、2、3、もう拳3つ分で154センチの私が足を組んでもここは余裕があるので、座席幅はそんなに狭くないかな、なんで若干の機体の古さを感じるかなっていう程度で、あとは快適そうです。ブランケットが袋に入ったものが1つと枕も用意されてます。12時32分、いよいよプッシュバックが開始しました。機内の安全のビデオはなく CA さんが演じてらっしゃいます。このパターンは LCC ぐらいしかないので、まさか普通のキャリアでこういうことがあるとは思いませんでした。いよいよ離陸の順番がやってきました。無事離陸しました。今回は、ニューデリーまで約10時間のフライトになるので、旅程も長いのでしっかり飛行機では眠って体力を温存したいと思います。今今日の上を飛んでいて、右下に見えてるのはこれが羽田空港で、この辺に東京タワーが今見えました。すごい東京がはっきり見えました。今真下に富士山が見えました。すごい、こんな真下に見えるの初めて。今ドリンクサービスが始まったのでテーブルを開けてみましたが、めちゃめちゃ汚いです。日系と比べちゃいけないなって思いました。機内食がやってまいりました。うとうとしてるうちに機内食が配られて開けていきたいと思います。じゃん、カレーでございます。ノンベジの機内食になります。機内食はベジかノンベジで2種類です。いただきます。モニターは飛んでからずっとこの状態で操作ができないです。
全然動きません。ただ機内の Wi-Fi があるので、それにつなぐとエンターテインメントが楽しめます。インターネットは使えません。このビスタと書いてあるやつで Wi-Fi が接続されたら、スマホで読み込んで同意しますかにチェックを入れてクリックすると、こんな感じで映画なのかな、いろんな種類があります。インドといったらやはりインド映画、たくさん種類があります。マップを選択すると今飛んでる場所が読み込まれます。今日本の本土をようやく抜けて中国の方にもうすぐで入りそうな感じになります。モニターは使えないですが、自分のスマホで楽しむことはできます。先に紹介している座席下のコンセントは今回は使うことができませんでした。なのでやはり自分でモバイルバッテリーだったりとかしっかり充電しておくことが大事かなと今回思いました。エアインディアのエアラインに来ました。ハンドソープとあとティッシュあります。アルコールがあります。すごい綺麗ってわけではないけどっていう感じでした。ここのボタンを押すと流れるんですけど、ボタンの真ん中がない、壊れてます。でもちゃんと押せば流れたので良かったです。扉にはお洋服かけられるようなフックが2つありました。機内が明るくなってきました。こんな感じです。まだ中国の上空を飛んでいます。日本時間19時36分、ドリンクサービスが始まったので2回目の機内食があるようです。2回目の機内食になります。サンドイッチが2つと、これは何だろうね、デザートっぽいな。あとお水と水にしました。開けてみたらこんな感じです。本当にシンプルなサンドイッチでした。いただきます。一つ食べた感想はとっても質素なお味という感じで、素材の味ですね。チーズはチーズ、パンはパン、パンは若干パサパサしております。ちょっとお腹が空いているので食べたいと思います。相変わらずモニターはですね、ちょっと動くようになりました。なんかマップもできそうじゃん。はい、マップを押しても、ノットファンドで見れません。こんな感じで映画は、無理ですって書いてあります。全く使えませんでした。エアインディアをもし利用される方は事前に自分でダウンロードしたりとかいいかなと思います。夕日の感じがとっても綺麗です。今フライトを見るともうインドに入りました。今シートベルトサインが点灯しました。ガタ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 とさっきから揺れております。このタイミングでお手洗いに行っている方がいました。10時9分、まもなく到着予定です。外はもうすっかり真っ暗で何も見えません。着陸態勢に入って機内が暗くなりました。年末ということもあり、ほぼ満席の機内でした。霧なのか排気温水なのか、やっと着いた。無事に着陸してくれる。上手だった。無事にインドニューデリーに到着です。タッチダウンの時間は日本時間の22時23分、7時3分、スポットに到着しました。これから飛行機です。シートベルトサインはまだ点灯してますが、もう皆さん席を立ってます。こんな機内の
インドが始まってるんでしょうか。Thank you. インドに到着です。では早速入国頑張りたいと思います。無事にインドに入国できました。時刻はインド時間になりまして7時34分になります。結構イービザンレーンは混んでなかったのでスムーズにできました。ただエアインディアの機内で入国カードを配られなかったので、イービザの受付の前にあるカードに自分で書いて、でそこから審査官いるところに並ぶような感じでした。今からウーバーを呼んでホテルに移動します。ウーバーのスポットに来ました。ウーバーの乗り場は、多少歩きますがそんなに遠くないので惑わされずにしっかりピックアップポイントまで歩いてください。クラクションだらけ。こんな感じで無事にマッチングできました。大通りに来ましたが車の台数もやばいし、何よりこの車線の概念がもうみんなないし、ぶつかんなきゃいいだろ的な精神で運転してそうでめちゃくちゃ怖い。音楽流してくれて大丈夫って聞いてくれました。とりあえず無事にホテルまで着いてくれ。無事にホテルに到着しました。今チェックイン中でございます。めちゃくちゃロビーがおしゃれです。オープン。じゃじゃじゃーん、めちゃめちゃ広い。こちらがベッドルームになります。では簡単にホテルの部屋の紹介をしたいと思います。キングベッドが1台とここに書斎があります。ホテルのロゴが入っているお水が4本。ここは多分有料のスナックが置いてあります。紅茶が3種類。引き出し2段目にはグラスが入っています。冷蔵庫の中はいろいろ入ってるけど有料なので触らないようにしておきたいと思います。続いてクローゼットと扉があって開けるとアイロンセットが置いてあります。そしてすごい結構しっかりした感じのスリッパが2つ入ってました。椅子付きのドレッサー。洗面台の下にはドライヤーとタオルがあります。シャワーはハンディタイプ。ちゃんとアメニティあります。もう早くお湯をためて今日一日のこの10時間フライトの疲労を癒したいと思います。おはようございます。デイ2です。時刻は今6時28分になります。まだ朝日が昇ってないので外は真っ暗です。朝食が無料でついてきているので今から朝食会場に行ってきたいと思います。それでは来ました。ざーっと紹介します。はい、この辺はフルーツです。インドっぽいサラダのあれなのかな。ヨーグルトがいっぱい並んでるの。めっちゃフレッシュジュースがある。ここからはホットミールです。カレーだね、チキンカレー。インド料理もいっぱいあります。この辺はよくあるカリカリベーコン、ソーセージ、マッシュルーム。この辺はコーンフレークとかドライフルーツ、あとパウンドケーキとかクロワッサン、マフィン、ドーナツ、シナモンロール、フルーツデニッシュ、さらにクロワッサン。こんな感じで自由に自分の席を選んで食事することができます。選んだ朝食を持ってきました。パン、クロワッサン系とフルーツと、あとインドで初めてのインドカレーを少し持ってきてみました。あとはキウイフルーツとビタミン摂取を意識してチョイスしてきました。それではいただきます。こんな感じでパーキングが完了したので早速チェックアウトしてニューデリー空港に戻りたいと思います。
では今チェックアウトが完了してオーバー待ちです。ロビーすっごいおしゃれな感じでとっても快適でした。超おしゃれ。無事に車が来たので今乗り込んで向こうに向かっています。人がなんか道を歩いてるし、オートリクシャ、車ともうなんかクラクションと、いるだけで疲れちゃいそう。若干のカオスさを感じております。無事にウーバーで空港に着きました。それでは中に入っていきたいと思います。空港の中はね、全くカオスさを感じないとても綺麗な空港になっております。今回乗る便は10時40分エアインディア406バラナシになります。すごい天井が高くてとっても開放的。今エスカレーターで2階に上がってきました。なんか見慣れてるマックとか KFC とか結構馴染みのあるお店がいっぱい並んでます。こんな感じでフードコートみたいになってます。エアインディアと書いてあるラウンジのところまで来ました。スターアライアンスゴールドって書いてあります。では中に入ってきます。エアインディアのラウンジに入りました。コンセントもいっぱいあるし、ゆったりした椅子もあります。軽食もあります。フルーツとサラダとパンもあります。デニッシュとかもあります。ジュースはコーラとファンタ、スプライト、そして冷たいお水です。ヨーグルトとパックのフルーツジュースもあります。広くはないんですが、そこまで混雑してないので出発までゆっくり過ごしたいと思います。フルーツジュースを飲みながら出発までの時間を過ごしてます。国内線ですが軽食結構用意されているのと、あとあんまり混雑してないのでとっても快適なラウンジステイになりました。お手洗いもめちゃくちゃ綺麗で、スタッフの方が常にいるような感じでとっても清潔で、トイレットペーパーもちゃんとありました。今日はこの後ニューデリーからバラナシの方に移動します。ボーディングの時間がそろそろ近くなってきたのでゲート近くに行って待機したいと思います。今回登場するゲート31番に到着しました。 CA さんたちがスタンバイしています。今回は AI406 便バラナシ行きに登場します。外はだいぶガスってるような霧っぽい感じのお天気です。いよいよ飛行機になり込んで、シートは3列3列。今回の乗る席はこちらの15番になります。それでは今回の機材はエアバス320になります。シートポケットはこんな感じで破れてます。国際線と同じ機内サービスの紹介、機内しか入ってます。シートピッチは 2.5 個ぐらいです。足を組んだりすることはできます。Captain Sanjay Verma, Command May of Flight Tech में उनके साथ First Officer to welcome you aboard Air India. A special welcome to all our flying interns and Star Alliance members. 10時43分プッシュバック開始しました。超帝国ですね。優秀です。デリーからバラナシのフライトはだいたい1時間ぐらい短距離フライトになります。このエアインディアの塗装が新しい塗装なんだよね。滑走路に入ってきました。まもなく離陸するはずです。離陸しました。分厚い雲を抜けて青空の世界に上がってきました。天気はいいけど大気汚染なのかな。雲は分厚くて全然青空が見えないみたいな、そんな感じの天気みたいです。国内線も同じようにこの QR コードを読み込んで Wi-Fi に接続した上で機内サービスを利用することができます。
マップを選択すると飛んでる場所が確認することができます。なんか若干ねこのマップも使いづらいんですけど、自分がどこにいるかこれで見れるのでちょこちょこ見ていきたいと思います。あと1時間のフライトなのに機内食が配られました。軽食です。あとお水ペットボトルに入ってる。中開けるとこんな感じで、なんか甘そうなパンと植物系のサンドイッチっぽいやつ入ってました。ちょっと食べてみたいと思います。機内食の感想はすごい美味しいわけではなかったけど、まずくもないかなっていう感じで、じゃがいものパンサンドイッチとブルーベリーのマフィンでした。現在11時41分でPlease return to your 着 seats 陸の and 準備を place し your てく hand ださい。 baggage in the 今アナウン overhead スが入 bins って or い under ま the す。 seat 1 shades 時間の open. フライトはと Thank て you. もあっという間です。外が真っ白なので、どのぐらい今高度が下がってきているのか全く分かりません。ようやく下の街並みが少し見えてきました。タッチダウン。In front of you to the 到着 first しました。 guest with wheelchair それでは無事にバラナスの空港に到着しました。今回は成田からデリー、デリーで一泊をして、デリーからバラナスの様子をシェアしました。引き続きインド Vlog 更新していきますので、ぜひチャンネル登録して動画のアップをお待ちいただければ嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。